皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい。私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。また、インクドゲーミングにてゆかりん CEDH のプレイマットの販売を開始しました。こちらも気になる方は動画概要欄のリンクから詳細をチェックしてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うジェネラルは親指なしのクラークと千の顔の逆島の組み合わせ。現代 MTG では珍しいコイントス能力を持ったクラークは自分がインスタントかソーサリーを唱えるたびにコイントスをして賭けに勝てば呪文をコピー、負けた場合は呪文を手札に戻して不発させる博打能力を持っています。運要素が強い能力なのは間違いないのですが、クラークの性能は単体でも期待値は意外と高く、期待値で見ると呪文のコストが2倍になる代わりに効果も2倍になる強力な能力です。逆島のレジェンドルールを無視してクリーチャーのコピーになる能力を使い、クラークを盤面に2体並べることで呪文1枚からのバリューを倍増していくのがこのデッキのコンセプトになります。クラークの効果が複数回誘発するようになると、クラークで呪文をコピーしながら元の呪文をバウンスなんてこともできるので、儀式呪文1枚からとんでもない量のマナを生成したり、ギタクシア派の調査で延々とドローし続けたりと異次元レベルの動きが可能なストームデッキになります。クラーク逆島のマリガン方針は、3ターン目までにクラークとクラークの誘発を増やせるカードを展開する手段。盤面を展開したターンか次のターンに動くためのドロー呪文かサーチカードがあれば合格。これらに加えて儀式呪文や鳩場の恐喝者のようなマナブーストがあると動きが安定します。特にジェスカの意志はマナブーストしながら後続まで確保できる優秀なカードで、クラーク単体の盤面でもコピーできれば、そこから逆島を展開して追放したカードからゲームフィニッシュまで持っていけるパワーカードなので、初手で確保できたらかなり嬉しい1枚です。今回の試合はトイメンの先行で私は3番手、対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。トイメンが使うのがオリテのティムナとトリトンの英雄トラシオスの組み合わせ。ドローソースジェネラル2枚からのリソース戦が得意なデッキで、最近のティムトラはイントンドルイドに特化した方や献身のドルイドを使った無限コンボを主軸とするミッドレンジに寄せた方が多いです。どの方でもクリーチャーを並べてくるので、採点壊しやブドウ弾が刺さると思います。神茶が使うのが秘密売りティビット。ニューカペナで登場したヘビー級ジェネラルで、出た時と攻撃する時に宝物と手がかりトークンを大量生成する能力で、妨害を構えながらアドバンテージを稼ぎ、最終的に時のふるいを使った無限ターンコンボでのフィニッシュを狙ってきます。そして下茶が使うのがギトラグの怪物。ギトラグを主軸にアドバンテージを稼ぎつつ、タクムーアの回収場と手札からカードを捨てる共鳴者カードを使ったループコンボを目指すデッキです。ムカつきなどを主軸としたデッキと比べると速度はほんの少しだけ劣るものの、リソース戦にも強く打ち消しが刺さりづらいのが特徴のジェネラルです。全体的にリソース戦に強いデッキが多いですが、ギトラグは急戦的展開も得意ですし、ティムトラはイントンドルイド1枚から勝てるので、スピード勝負を視野に入れたマリガンをしていきたいですね。それでは対戦の方に移りましょう。まずは最初の7枚。イニシエのフンボ、ルビーの大メダル、モックスアンバー、リスティックの研究、沸騰する証拠、法廷式の9回、酒場の圧巻。1ターン目はルビーの大メダルで後々のクラークなどに向けたセットアップ。2ターン目にリスティックの研究、3ターン目からクラークと酒場の圧巻を展開して動けそうです。3ターン目の強さはリスケンの引き次第ですが、酒場の圧巻のマナ生成能力のおかげでゲームエンドまで持っていけます。コイントスに勝てればの話ですが、運の心配をするぐらいなら他のデッキを握るべきなのでキープします。トイメンと神茶が7枚、下茶が6枚キープ、対戦よろしくお願いします。トイメンのターン、寒水樹林体をセットランドしてターンエンド。神茶のターン、イニシエのフンボをセットランドしてからアゾリウスの印鑑をキャスト。私にターンを回します。私のターン、ドローは真鍮の都。7枚キープのトイメンが黒が出ない土地を出しただけでターンエンドしてきたのはちょっと不気味ですね。相当手札に自信があるのでしょうか。予定通りイニシエのフンボをセットランドしてからルビーの大メダルをキャスト。鳩場の恐喝者の心配がいらないので、モックスアンバーも出してから下茶にターンを回します。下茶のターン、真鍮の都をセットランドしてから森を守るものをキャスト。マナ加速はなしでトイメンにターンを回します。トイメンのターン、湿った墓をショックインしてからトラシオスをキャスト。そのままターンを神茶に回します。神茶のターン、イニシエのフンボの無色をアゾリウスの印鑑で変換してからミスティックレモーラをキャスト。お次は汚染された三角巣をセットランドしてからアンシーをフィッチ。さらに宝石の睡蓮からティビットをキャスト。かなり強い動きですね。しかしトイメンが払拭を追放して意志の力をキャスト。神茶はレモーラでドローしますが意志の力を防げずティビットが打ち消されます。神茶はターン終了を宣言。私のターン、ドローは蒸気口。トイメンの動きがただただ不気味ですね。意志の力を持っていたのを見るに、3ターン目でもコンタッサを狙っているかもしれません。さすがに
デモコンタッサを警戒して方程式の9階で妨害札を探しに行くのは消極的すぎるので、デモコンタッサじゃないことを祈って予定通りの動きで行きます。フットウスルショウコをセットランドしてからボルカをフェッチ、リスティックの研究をキャスト、上茶がレモーラでドロー、リスケンが無事解決、下茶にターンを回します。下茶のターン、虹色の眺望をセットランドしてから関節の沼をフェッチ、ソルリングをキャスト、リスケンとレモーラで私と上茶がドロー、私のドローはブドウ弾、お次は宝石の睡蓮、白鳥の歌をドロー、そしてリスケンを払いながらギトラグの怪物をキャスト、追加のセットランドはなしでターンエンド、トイメンのターン、血染めのぬかるみをセットランドしてからスクラブランドをフェッチ、お次はマナクリプトをキャスト、私と上茶がドロー、私のドローはクラークの親指、私にターンが回ってくればかなり強い動きができそうです。そしてトイメンはリスケンを払いながらティムナをキャスト、どうやらゲームはまだ終わらないみたいです。コンバットに入りトラシオスで私を攻撃、戦闘後メインに入りティムナで1点払いワンドロー、そしてターン終了を宣言、上茶にターンを回します。上茶のターン、アップキープに入り古の墳墓を使ってレモーラを維持、さらに浮いているマナを使って敵対工作員をキャスト、リスケンのドローはシアン、そしてトローに入りメインフェーズ、神聖なる泉をショックインしてからターン終了を宣言、クリーンナップに入り沼を捨てて私にターンを回します。私のターン、ドローは採点壊し、クラークでのコピーに成功すれば今の盤面にいい感じに刺さりそうです。手札が潤っているので取れる選択肢が多いですね。このターンの動きをちょっと考えましょう。トイメンは先ほどのターンに仕掛けてこなかったのでデモコンタッサは揃っていなさそう。ティムナとトラシオスでじっくりリソースを確保してから仕掛けるようなハンドをキープしたと考えて良さそうです。上茶はティビットが止められてしまったので立て直しにはまだ時間がかかりそう。しばらくの間は防御に回ってくるはず。1マナの打ち消しや除去を確実に握っていると思います。下茶はサーチカードなしで2ターン目ギトラグと防御札を揃えてきたので結構怖いですね。サーチカードを含めた勝ち筋がすでに揃っていてもおかしくないので敵対工作員には頑張ってほしいところです。こちらの動きですが、クラークと圧巻を展開してからコイントスに連続して勝てれば、坂島までつなげてそのままストームを続けて勝ちに行くことは可能です。しかし上茶のレモーラが大きな不安要素になるので、このターン勝ち切るのは諦めて、次のターン以降に向けてのセットアップを目指すのが吉だと思います。採点壊しとブドウタンで盤面を荒らし、運が良ければ坂島までつなげる感じでいきましょう。まずは蒸気口をショックイン。お次はルビーの大メダルで経験が入ってクラークを1マナでキャスト。モックスアンバーを使って酒場の圧巻をキャスト。そして採点壊しをキャスト。上茶がレモーラでドロー。クラークが誘発。判定は成功。採点壊しのコピーを生成。さらにコイントスに勝ったので酒場の圧巻の能力も誘発。酒場の圧巻の能力にスタックして、上茶が狼狽の嵐をキャスト。リスケンは払われなかったので大魔導士の名誉教授をドロー。狼狽の嵐のストームが解決。採点壊しとコピーに2つずつ、合計4つの狼狽の嵐がスタックに乗ります。片方だけなら通すことができますが、森を守るものだけを除去しても美味しくないので素直に打ち消されておきます。酒場の圧巻の能力が解決し宝物を2つ生成。敵対工作員が生き残った方が安全ですし、採点壊しが炎の儀式になったと考えたら悪くないですね。さあ、こちらが本命です。ティムナを対象にブドウ弾をキャスト。上茶がレモーラでドロー。コイントスの前にストーム能力を解決。ブドウ弾が4つスタックに乗り、トラシオスに3点とティムナに1点飛ばします。そしてクラークのコイントス。判定は成功。ブドウ弾のコピーの対象は森を守るもの。さらに酒場の圧巻で宝物を2つ生成。これに対応して下茶は沼を生贄に森を守るものを起動。ギトラグでドローしてからギトラグに被覆をつけます。元のブドウ弾を解決し、ティムナ、トラシオス、そして森を守るものを破壊します。コイントスに連勝できてマナにだいぶ余裕があるので坂島をキャスト。しかしこれに対応して上茶がライフを4点払い殺しをクラークを対象にキャスト。これは厳しい。リスケンのドローが入りますが、引いたカードは圧服。白鳥の歌を唱えてコイントスに勝てればマナを補充しながらクラークを守れますが、そうすると無防備な状態で1ターン耐えれるのを祈ることになってしまいます。ここで無理をしたところでこのターンに勝つのは難しいので、除去を受け入れて安全に次のターンを迎えるプランでいきます。殺しでクラークが除去されてから坂島が解決。酒場の圧巻のコピーとして戦場に出します。残念ながらクラークを2体並べることはできませんでしたが、敵対工作員を残しつつ盤面を荒らしてギトラグの土地も削れましたし、クラークがいなくなったので白鳥の歌での守りも万全、悪くない結果だと思います。下茶にターンを回します。下茶のターン、真鍮の都で黒マナを作ってからギトラグの効果で生贄に捧げワンドロー。そしてライフ4点と浮いているマナを使い獅子切断を敵対工作員を対象にキャスト。リスケンとレモーラで私と上茶がドロー。私のドローは大慌ての捜索。獅子切断に対して上茶が否定の契約をキャスト。ベイランをドロー。そして否定の契約が解決し獅子切断をカウンター。こちらにかなり都合がいい展開になってきましたね。下茶はドローフェーズに入ってからメインフェーズに移行。下茶はモックスダイヤモンドをキャスト。上茶と私がドロー。私のドローは毒六滝の一撃。モックスダイヤモンドのコストで湿地の干潟を捨ててギトラグでドロー。霧深い雨林をセットランドしてからターン終了を宣言。かなり困っていますね。トイメンのターン、アップキープにリムドゥールの筆をキャスト。敵対工作員をすり抜けてきましたね。上茶と私が
がドロー。私のドローはファイレクシアの変形者。ちょっと怖いですが、残りのマナも限られているのでこれは通しても大丈夫なはず。リムヌールの質が解決。トイメンはライブラリーを5枚ずつ見ていき7回目をキープ。ライブラリーをシャッフルしてからキープした5枚をトップに積み込みます。マナクリプトの判定に失敗して3点受けてからドロー。バユーをセットランドしてからリスケンを払いイントンドルイドをキャスト。トイメンはターン終了を宣言。リソース戦は無理と判断して仕掛ける準備をしてきましたね。上茶のターン、アップキープに否定の契約代を払ってからレモーラを吐き、ドローからメインフェーズに入り、統率の塔をセットランドしてからターン終了を宣言。クリーンナップで魂の洞窟と雨ざらしの旅人を捨ててから私にターンを回します。私のターン、ドローは近畿の果樹園。まずは真鍮の都をセットランド。トイメンはイントンドルイドを展開してきたので、間違いなく次のターンに仕掛けてくるはず。上茶のレモーラはもうないですし、トイメンも上茶も1マナしかありません。何かしらの妨害はあると思いますが、勝負を仕掛けるなら今が絶好のチャンスです。試行回数もある程度稼げるので、運要素を気にする必要もありません。まずはクラークをキャストしてからベイランをキャスト。これで1回の呪文キャストに対してクラークの効果が2回誘発するようになります。さらに酒場の圧巻が2体いるので、コイントスに勝った時のリターンは絶大です。圧迫をキャスト、クラークが2回誘発。クラークのコイントスが始まると圧迫が回収されてしまうので、トイメンがスタックして呪文貫きをキャスト。リスケンは払われずミスティックレモーラをドロー。呪文貫きが解決。2マナ払えないので圧迫が打ち消されてしまいますが、クラークの能力は止まりません。クラークのコイントスが解決。1回目の判定は成功。酒場の圧巻2体で宝物を4つ生成。圧迫で20栄翔の魔導士をドロー。2回目の判定も成功。今日はついていますね。酒場の圧巻2体で宝物を4つ生成してから圧迫で秘技の印鑑をドロー。宝物を2つ使ってクラークの親指をキャスト。クラークの判定をコイントス2回分の結果から片方を選べるようになります。ここまで来ればよっぽどのことがない限り止まりません。大慌ての捜索をキャスト。クラークが2回誘発。1回目の判定は表と裏。コピー判定を取り、酒場の圧巻で宝物を4つ生成。大慌ての捜索のコピーを解決。一攫千金と炎の儀式をドローしてから、秘技の印鑑と近畿の果樹園を捨てます。さらに大慌ての捜索の効果で土地を3枚アンタップ。2回目の判定は表が2回。宝物を4つ作り、コピーが解決する前に土地からマナを出しておきます。きた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 ドローしたカードは宝石の洞窟と精神の願望。引いた精神の願望を見せたところで対戦相手も絶対に止まらないと判断し降参。私の勝利です。対戦ありがとうございました。リスケンの強さが大きく出た試合でしたが、クラーク坂島の強さも見せれた試合だったと思います。最後の方でクラークとベイランと親指が揃っている場面で大慌ての捜索をキャストした際に、表と裏の両方が最初のコイントスで出ましたが、あそこで表のコピー判定を取ったのは最適解ではなく、実は裏のバウンス判定を取るのが正解でした。最初のコイントスでコピーを選択してしまうと、2回目で表が2つ出たら唱えた呪文を回収できなくなり、状況によっては積みやすくなってしまいます。1回目でバウンスを優先すると悪いケースでも呪文は回収できるので、マナが尽きるまで試行回数を稼げてなんとかなる可能性が増えます。今回の試合では手札も盤面も十分に揃っていたので、どうやっても詰まることはなかったと思いますが、今後のプレイの参考になれば嬉しいです。それでは今日の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。